私はもう遅いという話をしたいわけではありません。年齢は変えられません。でも、体の状態を変えることはできます。こんにちは。妊活の専門家、花森よしこです。今日は多くの方からいただく質問。女性は何歳まで妊娠できますか？このことについてお話ししたいと思います。リンドの SNS 見ていただいたらですね、43歳で妊娠しました。45歳で見てください。双子ですとか、そんな投稿を見ていただけると思います。でも実際の現場では、私20代です。もう何年も不妊治療してます。できません。私ママになれますかとか、特に35歳を超えた皆さんはいろんなデータを見て、急激に35歳を超えると卵子老化するんですよね。私産めますかっていう相談がものすごくたくさん来ます。リンドウのご自身の卵子を使って出産した方の最高出産年齢は47歳。他の方の卵子の提供を受けて、ご主人との精子を合わせて自分が産むという。出産という形では50代でも赤ちゃんを産む人を私たち見てきています。結論からお伝えすると、どんなに不妊治療を続けてきてできなくても、ちゃんとまだできる方法はあります。でも、妊娠できる年齢に線引きはありません。年齢によってですね、妊娠率と流産率が変わるというのはこれはもう現実なんですよ。医学的にもこれはもう明らかになっています。例えば、年齢と妊娠率の本当の関係。35歳、40歳、45歳で実際何が変わるのか。今からできる体づくりの方法をお届けしていきたいと思います。不妊治療を続けてもなかなか授かれない。この年齢から本当に妊娠できるんだろうか。何から始めればいいか全然わからない。そんな不安抱えていませんか？妊活で遠回りしないためには、まずは今の自分の状況を知ることが近道です。たった3分、質問に答えるだけ。今のあなたの妊娠力スコア、あなたの体質、タイプ、今日からあなたが優先して取り組むべきこと。これがわかる臨動式妊娠力診断。無料で実施中です。診断は LINE でお友達追加するだけ。詳しくは概要欄からぜひチェックしてみてください。年齢がなぜ妊娠率や流産率に関係するのか、そのお話をしていきたいんですが、女性は生まれた時、赤ちゃんでおぎゃーっと生まれた時に卵巣というところにね、一生分の卵子を持って生まれてきます。そのために年齢とともに卵子の残りの数、卵子の質、この両方が変化するんですよ。特に卵子の染色体の異常、これは年齢とともに増えていって、これが妊娠率の低下とか流産率が上がってしまうことの原因になるということが分かっています。年を重ねるというのはこれ抗いようがない、全員同じ条件です。人間に生まれてきた以上しょうがないこと、努力不足じゃない、しょうがないことです。でもこの年齢の中で35歳、ここが最初に訪れる分岐点なんですよ。日本産婦人科学会のこの不妊治療のデータでは、35歳までは体外受精の流産率 20% 未満なんですよ。でもこれが35歳を超えるとですよ、どんどん上がってくるんです。やっぱり私は年齢の差ってどうしても卵子の老化があるということが分かっているので、赤ちゃんが欲しいと思ったらまずはですね、不妊クリニックに行って検査をする。まず女性は卵管が詰まってないか、今のホルモンの状態、排卵してるかとか、あと感染症になってないかとか、すぐ妊娠できるようにね、そういう検査をする。男性は精子ゼロじゃないか。女性の卵管が詰まってる、精子がゼロって 100% 自然妊娠しないんで、時間は有限なので、赤ちゃんが欲しいと思ったらどんなに若くてもまずは病院に行って検査することをお勧めしています。40歳になると、これはまたですね、かなり大きな体の変化が出てくるんですよ。日本産婦人科学会のデータでは、体外受精の妊娠率は 30% を下回り、なんと流産率は 33% になる。妊娠しても3分の1が流産になる。さらに体外受精の出産率、もちろん40歳超えで妊娠する人いっぱいいますよ、リンド。だからってまだ大丈夫と言える年齢ではありません。先延ばししたらもう本当に後で後悔することになります。赤ちゃんが欲しいと思うなら1日でも早く始めることが重要です。43歳になるとこれまたですね、もう一段階いきます。体外受精の妊娠率は 20% を下回ってきます。言ったら5回に1回ですね、体外受精しても妊娠する率が、さらにそこに加えて流産率が 50% になります。つまり妊娠した方の2人に1人が流産になるということなんですよ。もう体外受精の出生率、体外受精をしてもママになれる確率ですね、これが 3% とか 4% になっちゃう。でもですよ、ゼロじゃないんですよ。かなり厳しい数字ですが、妊娠出産できる方がいるというのも事実です。私もたくさん見ています。だから数字だけで諦めるのは早すぎかもしれません。45歳を超えるとどうなってくるか。体外受精の妊娠率は 10% 以下、10回に1回ですね。そして流産率は
40から60、それ以上みたいになってきてしまう。つまり妊娠も難しいけど、妊娠継続、流産をしない、そのまま妊娠を継続するっていうことがものすごく難しくなってくるということなんです。ここで勘違いしてほしくないのは、もう45歳になったら無理って言ってるんじゃないんですよ。大切なのは確率が大きく変わるということです。ここまでたくさん数字を見てきたんですけど、もしかしたらもうなんか急に不安になってきたみたいな、お腹痛くなってきたみたいな人がいらっしゃるかもしれませんが、私はもう遅いという話をしたいわけではありません。年齢は変えられません。でも体の状態を変えることはできます。例えば睡眠、血糖コントロール、甘いものを食べ過ぎない、血糖値を急に上げない、良質な質のいいタンパク質、魚とか卵、納豆、お味噌、そういったものを上手に摂る。セックスミネラルと呼ばれる鉄、亜鉛、マグネシウム、そういったものを十分しっかり摂る。適度な運動をする。筋力は血液の巡りを良くしてくれますし、体温も上げてくれます。ストレスケアも重要です。ストレスがもっかりすぎると、もう不安とか焦りとか怒りとか言ってると自律神経のバランスが乱れて、血管がギューって収縮して血流の流れが悪くなってみたいな、妊娠力が遠ざかっていきます。卵子そのものの数を増やせるわけじゃない。だけどこの卵子一個一個の質を高めていくためにできることはある。妊娠しやすい体づくり、妊娠を維持しやすい体づくりはとっても大切な妊娠の出産の土台になります。よくある誤解はですね、漢方薬だけ飲んどいたら、サプリだけ飲んどいたら、これだけ飲んどけばもう大丈夫、体外受精なら年齢関係ない、大丈夫、超有名不妊クリニックに行けば妊娠できる、そんな誤解です。どれも正しくありません。病院での検査も必要があれば治療も重要です。でも同時に体質改善も重要です。どちらか一つだけではなく両方組み合わせる。リンドウの体質改善プログラム、1ヶ月わずか3300円の体質改善プログラムでは、食事、睡眠、運動、ストレスケア、お風呂の入り方とか、着るものとか、夫婦のパートナーシップとか、妊娠しやすい体づくりを総合的にチームでサポートしています。年齢を若返らせることはできないけれど、今あるあなたの体を最大限生かす。赤ちゃんを妊娠し、産み育てる環境を整えることはできます。実際、40代でリンドウに出会い妊活されている方は、もっと早く出会っとけばよかったと言われます。食べるものとか運動とか着るものとか仕事との両立の仕方とか病院の選び方とか、もう早く知っときたかったって。でも妊活において皆さんにとって今日は人生の中で一番若い一日です。だからこそ年齢を理由に諦めるんじゃなくて、諦めたくないのに諦めたふりをするんじゃなくて、いつかできるかと楽観視するんじゃなくて、今日からできること一緒に始めてみませんか？概要欄に1ヶ月わずか3300円体質改善プログラムの概要を載せておきます。気になる方はチェックしておいてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。